はい、皆さん、こんにちは。モノルです。今回ですね、ついに来たかなっていう感じですね。TMR のスティックモジュールでリニアなものっていうのが発見されましたということで、それがこちらのスティックモジュールです。K シルバーの JS13 Pro っていうね、スティックモジュールになってます。またですね、今回はこちらのフェイバーユニオンの TMR スティックモジュールもちょっと検証してきたので、そちらも紹介していきたいと思います。私がね、ホールエフェクトの違和感の正体っていうね、動画を出したのが2024年10月だったので、だいたい10ヶ月ぐらいですかね。ホールエフェクトや TMR のスティックモジュールっていうのは低感度なものばっかりだなっていうことで、ずっとね、こういう風にしたら、リニアにできますよとかね、そういった話をずっとしてきたんですが、ようやくというかですね、でも10ヶ月でね、出てくるっていうのは結構早かったかなとは思うんですけど、こちらの K シルバーの JS13 Pro がリニアなTMR スティックモジュールになっているということです。これがですね、ほぼですね、いわゆるアルプススティックと呼ばれるですね、接触式の、ポテンショメーターを使ったスティックモジュールの完全上位互換になっているというふうに思いますので、今回はこれをね、じっくり見ていきたいと思います。ちょっとだけね、気をつけるべき点と、あとですね、実際ゲームプレイで気になった点っていうのをね、2点ね、ちょっと今回の動画ではね、説明していきたいなと思います。そしたらね、サクッとですね、レスポンスカーブの方を計測してきたので、そちらを見ていきたいと思います。はい、まずはですね、フェイバーユニオンの TMR スティックモジュールの方のスティック感度カーブを見ていきたいと思います。こちらに関してはですね、ややですね、ほんの少しですけど、低感度気味かなっていう感じがするグラフになってます。かなりこれね、TMR スティックとしてはいい方かなっていうふうには思いますね。はい、こちらが、リニアとの誤差のグラフになります。黒い、線が X 方向、横方向の、行きの方ですね、倒していく方のグラフになっていてですね、やっぱりちょっと強めの低感度っていうのが出てるかなと思います。で、このグレーの方がですね、倒したところから徐々に中立に戻していく方のグラフなんですが、このね、グレーと黒の差っていうのが非常に少ないっていうのが特徴的かなと思います。TMR のスティックモジュールとしてはかなりこの辺りですね、よくできているスティックモジュールかなと思いますね。Y 軸方向に関してはですね、やや X 軸方向ですね、横に倒す時よりもね、上下に倒す時の方がですね、感度が高めかなっていうところはありましたが、総じてですね、非常に優れているモジュールかなっていうところと、若干低感度差っていうのは残っているっていう感じのグラフになっています。一応リニア化設定っていうのもこれ出してきてですね、スチーム入力267ですね、それで、こういう赤色の線のグラフっていうのが、リニア化後のね、レスポンスカーブになります。ちょっとこの辺り、低感度差残るんですが、これ以上上げるとこの辺り高感度差が出てきてしまうのでですね、この辺り好みでね、267だったり268だったりっていうあたりをですね、使っていただくのが、いいかなというふうに思います。実際じゃあアルプススティックとの違いっていうのがどんなもんかっていうのを表したグラフがこちらですね。アルプススティックでもこの辺りちょっと低感度にね見えるところがあるんですけど、それと比べてどうでしょうっていうところなんですが、ややですね、言うても大きくて 20% 程度の低感度差があるかなっていうのがフェイバーユニオンの TMR スティックですね。ただポテンショメーターのようにですね、こうギザギザしたというかね、ちょっとねこういうなんていうんですかね、まっすぐじゃない感じっていうのがなくて、 TMR スティックらしくね、すごく精度の高いスティックだなっていうことがわかると思います。これがね、フェイバーユニオンのスティックモジュールですね。今回テストしたスティックモジュールはですね、この、ような感じですね。F の2513って書かれたフェイバーユニオン製の TMR スティックモジュールでテストを行いました。個人的にはですね、このスティックモジュールを使うならですね、この後紹介する、K シルバーのね、JS13 Pro を使った方がいいかなっていう感じがしますね。というわけでね、お待ちかねの JS13 Pro の方のね、スティック感度カーブを見ていきたいと思います。はい、こちらのグラフが K シルバーの JS13 Pro のスティック感度カーブになります。パッと見ですね、若干高感度ではあるかなっていうのが黒の線ですね、横方向のスティックで、オレンジ色の方ですね、ちょっとここですね、特に上方向ですね、上方向に倒した時すごく高感度に見えます。
このあたりですね、ちょっと気になってしまうところかなと思うんですけど、これはね、また後で解説したいと思います。ちょっとね、これね、からくりがあるんですよね。はい。で、こちらがリニアとの誤差のグラフになってます。黒のラインが横方向ですね。で、倒していく時の、グラフなんですが、非常にリニアに近いような気がしますね。先ほど見たアルブスティックとかなり近いように見えます。行き戻りの誤差っていうのも非常に小さくていいですね。で、Y 軸の方なんですが、オレンジ色のグラフなんですけども、やっぱりですね、この上方向に倒す時っていうのはすごく高感度に見えます。その代わりに下方向の感度が低いっていうね、そういう感じに見えてますね。これですね、この可動域ですね、ゲームへの入力値が1になるところが何度ぐらいの角度になるかっていうのを見ていただくとですね、だいたい22度が下方向で、縦方向が18度ぐらいっていう風に約2度ずつずれてるっていう感じなんですよね。ちょっとですね、Y 軸に関してはですね、やや上方向の可動域が狭くて、下方向の可動域が広くなっている。要するにちょっとですね、上側にこのスティックモジュールがついてしまっているような感じっていうのがあります。厳密に言うとですね、上にちょっと角度がついているっていうね、そういう付き方をしているようなグラフになっています。はい。で、アルプスティックとの差はこんな感じですね。アルプスティックとほぼほぼ同じような曲線を描いてるんじゃないかなと思います。これはすごくね、リニアに近いスティックになっているっていうことがわかると思います。またですね、アルプススティックよりもね、スムーズなカーブになっているのが見て取れます。これはやっぱり TMR スティックの方が精度が非常に高いっていうことを表しているかなっていうことで、このね、グラフだけ見ればですね、明らかにですね、このポテンショメーターのアルプススティックよりも TMR のこの JS13 Pro の方がですね、精度が高くてですね、FPS ゲームでも非常にね、強そうなスティックっていうのがわかるかなと思います。はい、そんなわけでこの K シルバーのね JS13 Pro ってね、このスティックモジュールをね、まずちょっと中身見ていきたいと思いますが、こんな風になってます。はい。センサーのね、この部分のですね、ど真ん中にセンサー用の素子が入ってますね。で、この軸の中心にこの磁石っていうのがここに、入ってます。これがこのようにですね、回転することで磁場が変わって、このセンサーでその回転角度を検出して、で、そのゲームへの入力値をね、出力するという形。厳密には電圧を出力するという形になってます。この方式っていうのはまさに私がですね、以前、動画でね、解説していたですね、リニアなホールエフェクトスティックモジュールを実現する方法っていうのとね、全く同じですね。で、このね、スティックモジュールなんですが、実は以前最強のデュアルセンスを作るっていう動画でね、実はすでに検証済みだったんですよね。でもその時私はね、かなり高感度すぎてこのスティックモジュールは使えないっていうような判断をしていました。そういうふうにね、皆さんにお伝えしていたんですが、その理由っていうのが先ほどもお見せしたですね、上方向の感度が高いっていうことにありました。私今回のためにこの K シルバーのね JS13 Pro 改めてハンダ付けとかをし直したんですが、やっぱりまたですね、上方向の感度が高いっていう風な結果になってます。それがね、なぜなのかっていうところですね。前回ね、感度が高すぎるって言ったのもね、上方向を計測していたからなんですが、その理由っていうのがすごくね、シンプルに分かりやすいところにあります。こちらのスティックモジュールですね、このままデュアルセンスに装着してね、ハンダ付けするとですね、上方向と右方向が感度が高くなってしまいます。こちらにね、アルプスティックモジュールですね、デュアルセンスから取り外したものっていうのを持ってきました。ちょっとね、ハンダの跡が残ってるんですが、このスティックモジュールを真横から見るとですね、この角度とかで見たら、どう見たらいいかな。この角度で見るのがいいですね。もうちょっと。はい。こんな感じで見ると分かりやすいかなと思うんですけど、このですね、センサー部分とこの、土台の部分ですね、ここの部分を見ていただきたいんですが、ちゃんとつらい位置になっているように見えます。はい。しっかりね、ここに段差がないようにできてますね。なんでこれを取り付けるとちゃんとこのね、土台のところに、丸い突起があってですね、これでしっかりとこうデュアルセンスに装着した時にしっかりと基板に、
平行にですね、これが装着されるようになってます。これがアルプスティックモジュールですね。で、こちら、K シルバーの JS13 Pro を見てみると、なんとですね、はい、わかるでしょうか。ちょっと段差あります。センサーの青い部分とこの白い土台の部分が段差になってますね。やや出っ張っちゃってるんですね、この青いところが。はい、こちらもそうですね。このスティックモジュールって、デュアルセンスを、よいしょ。こんな風に持ってきたとき、このように取り付けを行います。はい、この方向ですね。で、この青い方があるところっていうのは左と下ですね。この左と下がちょっと浮くんですね。そうすると大げさにやるとですね、こういう風にややこう斜めに装着することになってしまいます。はい、右側は可動域が狭くなります。上側も可動域が狭くなりますね。こうまっすぐついていればね、上下左右均等に、なるんですけど、こう斜めにつくと、このね、端っこのところのリングにね触れるまでの距離っていうのが短くなって、上と右が可動域が短くなってしまって、下と左が可動域が長くなります。この状態でデュアルショックキャリブレーション GUI なんかでね、再キャリブレーションをするとですね、上と右が感度が高くなってしまうっていうことになります。これがね、この K シルバーの JS13 Pro のね、注意点ですね。なんで、できればこのこのね、センサー部分のこの段差の部分だけ綺麗に切り取ったりしてね、デュアルセンスに取り付けるっていう必要があります。私はもうこのままで取り付けてしまったので、残念ながらね、上と右っていう感度がちょっとずれたんですが、センサー部分の突起ですよね。これが大きな問題かなっていうふうに思いますね。完全につらい位置なアルプス製のスティックモジュールに比べて、やっぱりちょっと出っ張っているっていうことで、ここがね、基板に一番最初に接触してしまうので、それでね、あのような感度差ですね、上下左右の感度差っていうのが出てしまうっていうことです。それでね、前回最強のデュアルセンスを作るっていう時にね、最強なのはこのスティックモジュールだったのにですね、残念ながらそういう風にはね、私は分からなかったということですね。上下左右しっかりとね、計測することでこういった問題点っていうのも分かりましたということです。なんで、もうこのね、スティックモジュールに換装される方はぜひですね、このあたりをね、注意して換装していただけたらいいのかなと思います。それさえすればですね、もうアルプスティックモジュールよりも確実にこっちの方が強いって言えるようなスティックモジュールかなというふうに思います。ただね、ちょっとね、現状上下左右感度っていうのは完全に一致している状態で取り付けはできてないんですが、ほんの少しね、操作感の違いっていうのも感じたので、そのあたり、この後、ゲームプレイをね、しながらお話ししていきたいと思います。はい、社訓に来たんですが、こちらのコントローラーですね、実際打ってみるとほんの少し、アルプス製のね、スティックモジュールと比べて低感度な感じっていうのがあります。はい、なんかね、ものすごく、中立の細かい部分だけですね、低感度差っていうのを感じるんですよね。なんで、全体、結構倒していった時っていうのはそこまでね、違い感じないっていうか全く違いを感じないんですけど、本当に小さなこの中立付近の細かな動きのところでやや低感度差を感じます。これはね、おそらくですけど、ポテンショメーターと TMR っていうね、仕組みの違いで、TMR の方が精度が高いので、より細かな違いっていうのをね、繊細に、反映することができるっていうところが原因なんじゃないかなって私は思ってます。ポテンショメーターどうしても小さな動きでもたまに大きく出てしまったりっていうね、そういう精度の悪さがあるので、その大きく出たところをね、ゲーム画面がね、反映してしまうっていうところがあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ほとんどね、違いはね、全然ないと言っていいぐらいなんですけど、このですね、本当に中立の細かい部分の違いっていうのがですね、特に OEM の切り返しなんかでですね、あえてポテンショメーターのね、ようにですね、あえてちょっと大きく出てくれた方が助かるみたいな場面っていうのはちょっとあるかなっていう気がします。でもね、ほとんどね、もう違いっていうのは些細なもので、ね、もう本当ガチでプロレベルでやってる方なんかはそれがね、かなり気になっちゃうとかっていうのもあるのかもしれないんですが、私レベルではね、全くもうこの K シルバーの JS13 Pro でね、アルプススティックと全く違いなく戦えるんじゃないかなっていうふうには感じます。
まあ、こちら、デュアルセンス H でアルプススティックのね、モジュールをつけてるものなんですが、はい、明らかにですね、ちょっとね、中立付近のね、感じっていうのは違いますね、やっぱり。ちょっとだけ感度高いっていう感じがします。それがですね、こういう OEM の時にすごくいい方向にね、働くっていうことが結構あるかなっていう気はしますね。ゲームプレイとかもね、ランク回したりってしてきたんですが、もう完全にね、この K シルバーの JS13 Pro っていうね、このスティックモジュールでいいかなっていうふうに思いました。まあそんなわけでね、実際ゲームプレイの方ね、この K シルバーの JS13 Pro に換装したデュアルセンスで回してきましたので、そちらも見ていただきたいと思います。はい。で、まずは Apex のダイヤ帯のランクマッチから見ていただきたいと思います。スティックなんですけど、まあほとんどね、不満点はないかなって思います。ちょっとだけ中立付近ですね、気持ちを大きめに倒してあげるとかね、そういう切り返し時のね、工夫なんかをしてあげれば、まあ全然その違いとかね、慣れていける範囲かなっていう感じですね。まあ、この辺りとかですね、まあまあ終えているかなっていう感じがありますね。ダイヤ帯にもなってくるとですね、まあやっぱり敵も強くてね、なかなか盛るっていうのが難しくなってきてね、一旦これプラチナ帯に戻ってますけど、まあ、あれですね、時間帯結構大事かなって気がするんですよね。なるべく人が多い時間にやるとかね、した方が漏れるかなっていう気はしますね、やっぱり。ちょっとね、人が少ない時間帯、ほとんどフルパとかになっちゃってね、かなり厳しいですね。もうね、フルパで突っ込まれて終わりっていうのとかね、漁夫でね、完全に、フルパで連携されて終わるとかね、そういうパターン結構増えてきたかなっていう気がしてね、まあ、やっぱりソロとかデュオぐらいで、気軽に楽しむならプラチナ帯までかなっていう気は正直、このゲームに関してはしてますね。これ以上やってもね、なんかしんどいなっていう感じしかしないみたいなところはありますけど、まあそれはね、自分のスキルが上がっていけばもうちょっとね、まあダイヤ帯も楽しめていけるのかなっていう気はしなくはないっていう感じです。はい。で、コールオブデューティの方ですけど、こちらも全く問題なく楽しめました。こちらに関してはね、中立付近の切り返しがどうのっていうのはそこまでね、大きく私は気にならなかったですが、ちょっとね、そのあたり、まあ、まだまだね、コールオブデューティ浅いのでね、どうなんだろうっていうところは、もっとプレイしてる方にしてみればね、結構気になったりもするのかもしれないですが、どうなんでしょうか。まあ、JS13 Pro に関してはですね、私がね、プレイした感じではね、もう全くアルプスティックの、完全上位互換と言っていいかなっていうところですね。上下左右の感度差とかまだある状態では、使ってますけどね、それもね、正直わからないです。はい。ぐらいだとね、正直わかんないかなって感じですね。なんで、まあ、このまま使ってもいいかな。まあ、ちょっとね、一旦削って、付け直そうかどうしようかっていうのはちょっと、迷ってるところなんですけど、一応ね、それはやってはおきたいかなっていう感じはしますね。はい。はい。それで、購入した K シルバーの TMR スティックモジュールが JS13 Pro かどうかを確かめる場合はですね、このスティックのこの横のセンサー部分を外していただいて、このようにね、軸の方に磁石がついていて、こっち側のセンサーが真ん中についているっていうことを確認していただければね。はい。こんな風になっていれば OK っていうことですね。これが JS13 Pro っていうことになります。はい。以上ですね。JS13 Pro をね、レビューしてきました。これがね、もう完全にですね、スティックモジュールのゲームチェンジャーになるぐらいのすごいね、製品なんじゃないかなっていうふうに私は思いますね。これさえ積んでいればですね、ありとあらゆるゲームですね、FPS ゲームだけじゃなくて、普通のね、アクションゲームなんかもね、すべてに対応できるっていうね、そういうスティックモジュールになっているかなと思います。しかもですね、ドリフトに強いっていうことでですね、ポテンションメーター特有のね、摩耗とかによってね、どんどん劣化していってしまうっていうところはね、限りなく抑えられてますね。この軸部分のこの支えっていうかね、この
ガイドになっているところのね、劣化っていうかね、緩みみたいなのでドリフトがどんどん増えていくっていうのはどうしても残るんですけど、これはね、どうしても機械的なね、ものなんで仕方がないかなっていうところでですね、今までのね、いわゆるポテンショメーターのドリフト大半の原因っていうのはやっぱりこの摩耗によるねところっていうのが大きかったので、このスティックモジュールを使えばですねかなりですね、耐久性も高くて、しかもですねリニアで FPS ゲームをしっかり楽しめるっていうね素晴らしいスティックモジュールなんじゃないかなと思います。できれば今後ねサードパーティー製コントローラーのメーカーさんこのモジュールを採用してほしいなっていう風にねすごく思いますね。ただねこのセンサー部分の段差だけはいかんともしがたくてね、これはねなんでこういうデザインなんだろうって正直ちょっと疑問に思ってしまいました。はい、もう一歩ですね、あと一歩で完璧なのにっていうねちょっともどかしさはあるんですけどね、このちょっとのところでねそれが完全に達成されなかったっていうところは惜しかったなっていうふうには思うんですけど、このあたりはね自分で、乾燥される方はね削るなりしてね調整して使っていただけたらいいのかなっていうふうに思います。はい、今回の動画参考になったと思ったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。